皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。今日のテーマはインドと日本の子育てに対する考え方の違いについて皆さんにお届けしたいと思います。これまで仕事に対する考え方の違いとか、お金に対する考え方の違い、人間関係や家族間などいろいろ違いについて話してきたんですけれども、この動画を見てほしい人はちょっと今日本で子育てとかしててしんどいなとか辛いなって思ってるお母さんやお父さんとか、そういった方々に向けてインド流の子育ての考え方を知ることによってちょっと気持ちが楽になったりとか、何か助けになるような動画になるといいなと思って今日はこのテーマにしています。インドの方のバックグラウンドとかをね知ることで新しい気づきがあったりしたらいいなと思って、今日は子育てや育児について皆さんとシェアしていきたいと思います。まずは最初にね、子育て育児を見る前に簡単にインドと日本のその家族構成の違いね、いろいろデータでも出てるんですけれども、一番大きい違いは合計特殊出生率、女性の方が生涯に産む子供の数、これがね大きく違うわけなんですよ。インドは2017年の時点で 2.24、 日本は2020年の時点で 1.36 なんですよね。つまり倍ぐらいの人数、生涯の女性の方が産む子供の数っていうのがインドと日本では異なっています。つまりインドの方が家族構成的には子だくさんなわけなんですよね。一般的に子供の数っていうのは先進国になっていくほど女性の社会進出が進んだりとかして子供っての数っていうのは少なくなっていくわけなんですよね。一昔前の日本も合計特殊出生率がすごく高かったし、ベビーブームとかがあったので割と大家族の文化だったんですけれども、それと比較するとインドの方がまだそういった文化が強いってことですよね。だから合計特殊出生率が 2.24 ということは生涯2人以上子供が生まれるのが一般的ということですよね。3人4人5人とか、家族の体制としても日本だと核家族化、おじいちゃんおばあちゃんと離れて本当にお父さんお母さんだけで1人の子供2人の子供を育てるっていう体制なんですけれども、インドっていうのはそれと比較するとすごく家族文化が強くて、親戚とかも現れてね、大家族で子供たちを育てる文化っていうのがまだまだ根強い、文化っていうかそういう体制になってるんですよね。なのでまずこの前提が大きく違います。人数多い大人で育てるっていうのと、数少ないしかも働きながらね子供を育てるとめちゃくちゃ大変なわけなんですよね。この大前提が違う中でさらに子育てに対する考え方っていうのもインドと日本では大きく違います。一つ目大きく違うのは、インドには育児を人に任せるっていう根強い文化があります。インドっていうのは大家族なので親戚とか他のお兄ちゃんお姉ちゃんとかがいっぱいいるわけだから、子育てを任せやすいっていう考え方もあるし、さらにメイド文化っていうのがあるんですよね。このメイド文化っていうのは一般家庭にお手伝いさんとかで1人2人っていう形で雇っていて、毎日とか決まった曜日に来てくれて家のこととかをやってくれるんですけれども、例えば掃除やったりとか家事やったりとか、食事作ったりとかいろいろやってくれるわけなんですけれども、そういった家のタスクをお手伝いさんに全部丸投げしちゃって自分たちは子育てに集中するとか、育児そのものをメイドさんにちょっと任せるとか、育児をね分担する、他人と共有するというか、そういった文化があるわけなんですよね。それと比較すると日本っていうのは核家族も進んでる上に、まだまだその人に自分の家の育児とかをね任せることにすごく抵抗がある人多いですよね。私今東京在住なんですけれども、東京でようやく少しベビーシッターを使う文化っていうのはここ数年広がってきてるけど、それでもまだまだベビーシッター使うってなんとなく子供に申し訳ないなっていう風に悩んでしまう、お父さんお母さんもまだまだいると思うんですよね。なんとなく気持ちの部分でね。でもインドっていうのはもともとメイドさん文化なので、家事とかを投げるのは全然当たり前なんですよ。そういうのにあまり抵抗がない。だからその分自分に負担がかかる家事とかを減らしやすい、心の余裕が出やすいっていう考え方がありますよね。文化体制の違いがあるから任せるのが当たり前っていう風に思ってるから、それに罪悪感とかも感じにくいんですけれども、大人のね体制っていうのがすごく大きいわけなんですよ。近所とか近くのねお店のおじいちゃんおばちゃんも子供が生まれたことに対して知っていて、育児手伝ってくれたりとか、ちょっと一昔前の日本とかにありそうな文化っていうのがインドではあるので、すごくね子育てしやすい雰囲気とか環境も整ってるんですよね。さらにもう一つ伝えたいのが、教育方針とか子育てに対するマインドセットに関しても大きく違う点があります。よく日本の教育であるのが、他人に迷惑をかけないようにしなさいっていう教育方針たくさんありますよね。すごく日本のお子さんとか日本人そのものが他人への配慮っていうのがめちゃくちゃ高いわけじゃないですか。それとは逆にインドっていうのは自分も他人に迷惑をかけて生きてるから、他人の迷惑にも寛容でいなさいと、心広く持てよって、こういう感じの教育方針でいくわけなんですよね。日本だと他人に迷惑をかけることは NG だけれども、インドだと OK とまではいかないけど他人に何かされてもそんな気にするなみたいな、そんな感じの教育方針なんですよ。ここがすごく子育てに
に対してお父さんお母さんのストレスのかけ具合っていうのが全然変わってくるわけなんですよね。今日はぜひこの考え方を日本の皆さんにも知って帰ってってほしい。ここから先だけ見てってほしいという感じですね。実際にこれも私現地にいた時すごく体感したんですけれども、例えばこうレストランとか行くじゃないですか。日本とかで子供がちょっとテーブルの隙間とか走っちゃったりすると、お母さんがうるさいとか席つきなさいって結構うるさく厳しく怒るじゃないですか。これと比べて、ね、インドっていうのはね、放置なんですよ。ハンバーガーとか持ってギャーとかってこう走ってても、何してもみんなこうニコニコしながら今日も元気だねみたいな感じなんですよね。さすがになんかちょっと危ない目に遭いそうな時、道路飛び出ちゃいそうとかそういうのはダメなんだけども、基本的には子供がこうわちゃ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 しても OK なわけなんですよね。日本だったら考えにくいですよね。例えば電車とかでも子供がギャーとか言ってたら、うるさい静かにしなさいみたいな感じで、ここは公共の場だからみたいな感じなんだけれども、インドだともう子供がガヤガヤしてようが泣いてようが元気だねみたいな、そんな感じなんですよ。インドと日本とかの電車の中の雰囲気とかレストランの雰囲気とか全然違うんですよね。ぜひ皆さんもね、コロナ明けたらインドに行ってみてほしいんですけれども、誰も注意しないあれですよ本当にそれが逆に言うと、子供ってさ、泣くじゃん、わめくじゃん、コントロールできないわけなんですよ。特に赤ちゃんとかなんて場所選ばず泣いちゃいますよね。それに対していちいちどうにかしてあげなきゃとか無理だから。それに対してインドだともう全員が寛容なわけなんですよ。なんでかっていうと、子供はそういうものだからみたいなところですね。確かにちょっとうるさかったりするかもしれないし、なんかこう危なっかしいかもしれないし、でもそれって自分も今までやってきてるよねっていう考え方があるんですよ。だからみんながもしね、今子供たちがちょっと騒いでたりとか何かミスしちゃったりとかしても、寛容でいなさいと、心を大きくいなさいっていう考え方があります。やっぱりね、家族体制っていうところもあったりとか、インドの人って今の日本の人と比べると小さい子供たちとかに慣れてるんですよね。子供がうるさかったりとか想像できない行動をとってしまった場合とかでも、そういうのに慣れてるので、あんまりそれに対していちいち怒ったりもしないわけなんですよ。東京とかに住んでるとね、たまに電車で例えば赤ちゃんとかが泣いちゃって、大人がそれに対してうるさいって怒ってたりする場面とかたまに見ますけど、いやいやあんた誰に対して怒ってんのって思っちゃいますよね普通は。それでもね、日本の教育っていうのは他人に迷惑かけないようにねっていう風にやっぱ育てられてきてるので、こちら側もねやっぱストレス感じちゃったりとかするじゃないですか、お互いにね。でもそういうのは難しいわけなんですよ実際は。ただインドはそういうのがないよっていうところですね。であとは私が当時現地にいて思ったのは、インドっていうのはね結構トラブルの多い国なんですよね。良くも悪くも停電が起こっちゃったとか、渋滞で時間が遅れちゃったとか、日常3時でうまくいかないことが多いわけなんですよ。基本的に何かうまくいかないことが起こった時に、別にそれに対していちいち怒ったりしないわけなんですよね。いつも怒ってるしみたいな感じなんですよ。日本っていうのはそういうの環境に比べると社会構造的に何でもかんでもうまくいきすぎてしまっている。ちょっと困ったと思ったらコンビニ行けば物が揃ったりとか、郵送したらすぐ物が届いたりとか、病院も空いてたりとか、インフラが整いすぎてしまっていて、大人の生活からはみ出たような子供がね、自分たちの想像から離れたミスとかしちゃったりとか騒いじゃったりすると、それに対してなかなか許容できない不寛容な大人っていうのが増えてきてるのかなって、そんな風に感じることもあったりします。なのでこれを見てるお父さんお母さんがいたら、迷惑かけるのなんて当たり前だから全然気にしなくていいよっていうことを一番に伝えたいです。インドは社会全体で子供をみんなで愛して育ててるっていう、そういった文化がすごく強いんですよ。これを言うとね、日本人だって愛情を持って子供たちを育ててるじゃんっていうのは意見として上がってくるし、それもその通りだと思う。日本の環境が子供たちに愛情がないということを言いたいことではありません。なんだけれども、こういった社会的な歴史をあったりとか、最近の環境がね便利になりすぎたとか、いろいろなね文化の違いとかもあって、子供を育てる人たちにとってちょっとストレスの多い社会になってるなっていうのは事実であったりしますよね。なので今日はインドの事例を見て、子供を育ててる大人たちがそんなにストレスを感じないようにとか、みんなで子供をね育てていこうみたいなインドのエピソードからちょっと気づきがあるといいなと思って、今日はこのテーマにしています。今日ね一番伝えたいなということは、誰かに迷惑をかけられても自分も迷惑をかけてるから、みんなで子供の成長を見守っていこうねというところですね。今日はインドと日本の子育てに対する考え方の違いを皆さんにお届けしました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録をお願いします。